はスコップケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スコップケーキを作っていきたいと思います。今回はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスにぴったりなスコップケーキに仕上げていきたいと思います。こちらですね、今回いちごを使って作るんですが、これはお好みのフルーツで作っていただいて大丈夫です。さらにですね、今回はスポンジ生地レシピも一緒にご紹介していきます。もしね、作るのが面倒な場合は、こちら市販のスポンジを使って作っていただいても大丈夫です。トッピングなどもね、細かくご紹介していきたいと思います。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジケーキの材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、グラニュー糖、卵、無塩バター、牛乳、こちらの5つの材料で作っていきます。まずですね、お砂糖なんですが、今回グラニュー糖を使います。こちらは白砂糖で代用していただいても大丈夫です。そして卵ですね、こちらは L サイズの卵を2つ使っていきます。バターはですね、必ず無塩バターを使用するようにしてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、いちご、ブルーベリー、バナナ、ミント、そしてサンタの飾り物になります。あと仕上げに粉糖を使っていきます。こちら溶けないタイプの粉糖を使用します。まず生クリームなんですが、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用します。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。甘さはグラニュー糖でつけていきますが、こちらもですね、お好みの通りを使っていただいて大丈夫です。そしてその他フルーツなんですが、いちご、ブルーベリー、バナナ、こちらの3つを使っていきます。このフルーツに関しましては、お好みのフルーツを使っていただいて OK です。そして今回ね、クリスマスのスコップケーキということで、こちらサンタさんのね、飾りも使っていきたいと思います。こちらはね、お好みのものを使用していただいて OK です。そして今回はですね、21センチ ×15センチ×高さが6センチの耐熱ガラス容器を使っていきます。こちらでスポンジを焼いて、さらに仕上げる器もこの器を使っていきます。必ずね、耐熱性のものを使用してください。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートをこのように切り抜いて、4箇所に切れ込みをね、斜めに入れ込みます。そして中に敷き込みましょう。こんな感じです。このようにセットしておいてください。この容器の準備はですね、必ず生地を作る前に行いましょう。そしてオーブンなんですが、今回は160度で焼いていきますので、オーブンも160度に予熱しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速生地から作っていきます。まずはじめにこちらのバターと、あとは牛乳を合わせて電子レンジで加熱していきます。まず器にバターを入れてください。そしてここに牛乳を回しかけます。そしたらこちらをですね、電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてバターをしっかり溶かしてください。もしね、30秒加熱してまだバターが溶けにくい時は、もう10秒ぐらいね、加熱してみてください。はい、OK です。これでバターの塊がなくなるまでしっかり混ぜてください。そうしましたらこちらをですね、使うまでこのまま粗熱を取っておきます。では続いて卵を泡立てます。今回卵はですね、全卵で泡立てていきます。こちら友立てという泡立て方ですね。まずボウルに卵を割り入れてください。はい、で卵をね、割り入れたら軽く溶きほぐします。軽く溶きほぐしたら、ここにね、グラニュー糖を全て加えてください。グラニュー糖を加えたらね、手早く混ぜてください。グラニュー糖を入れた後にそのままね、置いておくと、グラニュー糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまいます。なのでグラニュー糖を加えたら一旦手早く混ぜるようにしてください。だいたい30秒ぐらいですね、しっかり混ぜましょう。そしたらですね、別の容器にお湯を張ってください。だいたい60度から70度ぐらいのお湯を張ります。このように湯煎に当てて生地を温めながら泡立てていきます。友立ての場合は卵黄も入っているので、そのまま泡立てると泡立ちにくいので、このようにね、湯煎に当てながら泡立てていきます。そうするとね、泡立ちが良くなります。それではですね、このままハンドミキサーの高速で3分しっかり泡立てていきます。
はい、OK です。3分泡立てました。そうするとこのように角が立ってすぐ折れるぐらいの柔らかさになります。こんな感じです。このぐらい滑らかになったら最後は低速で泡立てていきます。最後にね、低速で仕上げることでとてもきめの細かい仕上がりになります。それでは続いて低速で2分泡立てていきます。はい、OK です。そしたらね、湯煎から外してください。最後ね、低速で泡立てることで、このようにツヤも出て、すごくね、きめの細かい仕上がりになります。このぐらいね、泡立てるようにしてください。角の立ち方はね、このぐらいです。柔らかい角が立ってすぐ落ちるぐらいの硬さになります。そうしましたら続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はね、必ずふるって加えるようにしてください。そうしないとね、ダマになってしまいますので注意してください。加えたらですね、こちらをゴムベラでふわっと混ぜていきましょう。この時ね、ボウルも一緒にこのように回していただくと混ぜやすいと思います。生地をね、下から持ち上げるイメージでくるっとね、ゴムベラを回転させながら混ぜてみてください。はい、でこんな感じでね、綺麗に混ざれば OK です。それでは続いてこちら、先ほど電子レンジで温めたバターを入れます。軽く混ぜて、そして回しかけてください。このね、水分を入れると泡が潰れやすいので、こちらを入れたらね、すぐ手早く混ぜるようにしてください。では回しかけます。そしてすぐね、手早く混ぜてください。この時もね、ふわっと混ぜるようにしましょう。混ぜムラがないようにね、生地をそこからぐいっと持ち上げるように混ぜてみてください。はい、これで生地の完成です。生地はね、このように混ぜてください。硬さはね、さっきよりもちょっともったりとした感じになります。生地はこれで完成です。ではね、こちら準備しておいた容器を出してください。この中に生地を入れます。そしてね、表面をちょっと慣らしてください。あとはね、少し高い位置から 2,3 回落とします。表面がね、ちょっとボコボコしてる時は竹串などを使ってくるくるくるっとしてみてください。そうするとね、表面がね、平らになってきます。あとはね、こうしていただくと大きな気泡もね、取り除くことができます。はい、 OK です。それではこちらをオーブンの天板に乗せて160度に予熱したオーブンで25分焼いていきます。それでは続いて生地を焼いている間に生クリームを泡立てていきます。フルーツに関しましては切ってしまうとね、切り口の部分が変色してしまいますので、使う直前で作っていきます。こちらの生クリームはですね、作っておいて冷蔵庫で冷やしておきましょう。ではボウルに生クリームを加えます。そしてグラニュー糖を入れてください。そしたら氷水にボウルを当てて、そして泡立てていきます。角が立つぐらいまで泡立ててください。はい、 OK です。このようにね、ピンと角が立つまで泡立てましょう。そしたらボウルから外します。あとはね、ここにピタッとラップをして、そして使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。そしたら一度ですね、少し高い位置から落としてください。そして空気抜きをします。そうするとね、熱い蒸気が一気に抜けるので、焼け縮みを防ぐことができます。そしたらですね、一度竹串でね、真ん中を刺してください。これで生の生地がついてこなければ OK です。ケーキクーラーを用意してください。こちらをね、逆さまにして型から取り出します。そしてこのようにね、逆さにした状態で粗熱を取って冷まします。それではね、もうそろそろケーキも冷めるのでフルーツを切っていきたいと思います。ではね、まずヘタを切り落としてください。そしていちごをね、半分に切ります。こんな感じで切ってください。このようにね、半分に切ってください。続いてスライスしていきます。大体で OK です。厚み5ミリぐらいに切っていきます。はい、このようにね、スライスしておいてください。続いてバナナですね。バナナはだいたいね、5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。
さっきねスライスしたいちごと同じぐらいの幅ですね。バナナはこれで OK です。ブルーベリーはですね、このように水で洗って水を切って水分を拭き取っておいてください。それではね、ケーキが冷めたのでケーキをスライスしていきます。まずですね、こちらオーブンシートを剥がします。ペロペロペロっと剥がしてください。はい、こんな感じです。すごくねふわふわに仕上がってます。そしたらですね、今回は3枚切りにしていきます。割り箸があればね、このように割り箸をね3本ぐらい重ねて、そしてこちらをガイドにして切っていただくといいかなと思います。それではスライスしていきます。はい、このようにね、まず1枚スライスしてください。そして1枚スライスしたらですね、先ほど使ったね、こちら容器の底の部分にスポンジケーキを敷きます。崩さないように底の部分に敷きましょう。このように敷き詰めます。こんな感じです。そしたらですね、こちら残りもですね、スライスしていきます。同じように割り箸を3本ね、ガイドにしながら切っていきます。はい、このように切ってください。この2枚に関しては真ん中に挟むものと、あとはね上に敷き詰めるもので使っていきます。そしたらですね、まずここに生クリームをね薄く塗ってください。ちょっとねこの縁の部分1センチぐらいは開けておきましょう。はい、このように塗ってください。そしたらですね、続いてこの縁の部分に先ほどね2等分にしたいちごを並べていきます。切り口をね縁の部分にくっつけていきましょう。このように並べます。そしたらあとね3箇所同じようにいちごを並べていきます。はい、このようにね全体に敷き詰めてください。今回ね全部10個分ですね、半分に切ってます。ぴったりねこの側面にくっつけます。そしたら続いてこの中央部分ですね、ここにいちごとバナナを乗せていきます。まずスライスしたいちごですね、よいしょ。適当にね並べていきましょう。続いてバナナです。またねいちごを並べます。そしてバナナを並べます。はい、こんな感じです。そしたらまた上にクリームを薄く塗ります。はい、このようにちょっとね果物が透けるぐらいですね、このぐらいクリームをのせてください。そしたら続いてですね、真ん中にスポンジ生地を置きます。こうやってはめ込んだ時に多分ちょっと大きいと思うので、少しね真ん中に入れるスポンジ生地は周りの部分を切ってください。5ミリずつぐらいでいいかな。こんな感じでね、1センチから5ミリぐらいずつですねくり抜いてください。そして真ん中に敷き詰めます。こんな感じです。ちょっとね軽く押さえつけましょう。そしてまた薄くクリームを伸ばします。この時ねいちごについちゃっても大丈夫です。そしたらまた同じようにね果物を並べていきましょう。はい、このように並べます。そしたらですね、クリームで表面を埋めていきます。このいちごの隙間にもねクリームを入れてください。まず表面ですね。あとはいちごの隙間の部分にもね入れていきます。はい、で隙間部分にも全部入れたら表面を慣らしていきます。余分なクリームは取り除いてください。あとはねちょっと縁の部分汚れてしまったのはこのようにペーパーでねクリームを拭き取ってください。断面は今こんな感じになってます。そしたらですね、この上にスポンジをのせます。軽くね押さえつけてください。はい、 OK です。そしたらね最後残りのクリームを上にのせます。そして表面をね平らにしてください。はい、そしたらですねこの縁の部分ですね、ここはクリームを拭き取ってください。はい、こんな感じで仕上がってます。それではね最後飾り付けしていきます。今回ねこちらもあったのでこういったものも使っていきたいと思います。まずサンタさん置きます。よいしょ。続いてこちら飾り物ですね、こちらも置きます。シュッと。これとかはねもう100円ショップに売ってます。あとはこちらこういったチョコレートもあるので今回こちらも使います。チョコレートをね乗せていくんですが、ちょっとね立てかけるのにいちごをねまず置きます。
チュンと置いて、そして立てかけるようにこれと置きます。今こんな感じです。あとはね、ここにいちごとブルーベリーと、あとはミントを飾って仕上げていきます。仕上げる時はこうやってね、半分に切ってもいいですし、丸ごと置いていただいても OK です。あとはこうやってね、スライスしていただいても OK です。お好みでね、飾り付けをやってみてください。ではね、最後盛り付けていきます。よいしょ。こんな感じでね、裏表交互にしていただくとね、バランスがね、良くなると思います。お好みでね、やってみてください。案外ね、ランダムに適当に置いた方がね、綺麗にいく時もあるので。はい、こんな感じでね、いちごをたっぷりのせました。ここにね、2個丸ごといちごものせてます。そして続いて間にね、適当にブルーベリーを置いていきます。はい、こんな感じです。そして最後ミントを上にね、適当にね、散らします。はい、こんな感じです。このように美味しそうに仕上がりました。トッピングはね、お好みでいろいろやってみてください。これで完成です。はい、これでスコップケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。側面の部分はこのような仕上がりになってます。そして表面はこんな感じにトッピングしてみました。トッピングはね、お好みでやってみてください。そして最後ね、粉糖をかけるとちょっと雪が降ったみたいな感じでね、可愛く仕上がるので、こちらもね、お好みでやってみてください。はい、ではね、一すくいしたいと思います。ちょっといちごどけます。よいしょ。はい、このようにね、いちごもたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そしてね、ちょっと見にくいかもしれないんですが、断面はね、こんな感じに仕上がってます。中身もね、フルーツたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうね、いちごがたっぷりですごく美味しいです。そしてこのスポンジもふわっふわです。もうね、甘さのバランスも最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスコップケーキのポイントです。まずスポンジケーキを作る時のポイントです。最初にですね、卵を泡立てるんですが、今回友立てといって全卵で泡立ててます。そうすることでスポンジがね、全体的にしっとりとした仕上がりになります。この全卵で泡立てる時なんですが、ちょっとね、卵黄が入ってるので非常に泡立ちにくくなってます。なので湯煎に当てて泡立ててみてください。そうすると泡立ちが良くなります。最初にですね、高速で3分ほど泡立てて、そうするとね、結構ふわっとしてくるので、最後は低速でしっかり泡立ててきめの細かい仕上がりにしてください。この時ですね、最初にグラニュー糖を加えるんですが、グラニュー糖を入れてからそのまま置いておくと、グラニュー糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。そしてその後ですね、薄力粉をふるって加えてふわっと混ぜ終わったら、温めておいたバターと牛乳をもう一度よく混ぜて加えてください。このね、水分系を入れると泡が非常に潰れやすくなりますので、加えたら手早くね、混ぜるようにしてください。あんまりここで混ぜすぎると膨らまない原因になりますので注意していただけたらと思います。そして今回はケーキを3等分にしました。こちらお好みでね、2等分にしていただいても OK です。そして今回はですね、このように透明の容器を使ったので、この表面にですね、いちごが綺麗に出るように仕上げてます。このね、最後のトッピングや、あとはケーキの重ね方などはお好みでやってみてください。間に挟む場合はですね、クリームは少し薄めに塗っていただくとちょうどいいと思います。今回はですね、スポンジ生地も手作りしたんですが、こちらは市販のスポンジ生地、あるいはですね、カステラなどを代用して作っていただいても OK です。そうするとより簡単にできると思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスコップケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。